皆さんこんにちは。今更チャンネルの春菜です。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回は今更ですが、私の目標の立て方をご紹介していきたいと思います。目標って聞くと、どんな目標を立てたらいいかわからないとか、目標を立てるのって苦手なんだよなって思う方も多くいらっしゃるかと思うんですが、目標を立てようって意気込むのではなくって、自分の心と向き合って頭の中を整理しようくらいの気持ちで取り組むと楽しく取り組めるんじゃないかなと思います。目標の立て方は世の中にいろいろな方法があると思うのですが、今回私はこちらの書籍を読んで紹介されていた2つの方法と自分なりのアレンジを加えて3つのステップで考えました。こちらの書籍は漫画の形式を挟みながら目標の達成を分かりやすく説明してくれているので、私にはぴったりの書籍でした。よかったらこちらも読んでみてください。それでは動画スタート。まず目標設定にあたって用意するものは紙とペンだけあれば OK です。私は iPad とそれから Apple Pencil、そして GoodNote5 というアプリを使って目標設定をしていきました。まず1つ目のステップが目的・目標を考えるというステップになります。目標だけを考えようとすると、どうしても何のためにっていうのが抜けてしまってモチベーションが下がってしまったり、何をしたらいいかっていうのが分からなくなってしまいます。今の自分がいて、自分が叶えたい目的があって、そこに近づくために目標があるというイメージです。この目的をはっきりさせるために目的・目標の4観点というものを書いていきます。まず紙に上に見えるもの、それから下には感情ですね。この縦軸と、右側には自分・私と、反対側に社会・他者・誰かの横軸、この4つの軸で考えていきます。まず一番右上になる自分有形見えるものっていうのは、自分が得る見えるもののことになります。例えば昇格をするとか、給料を上げるとか、スキルの向上なんかも全部この見えるものに入ってきます。で、そこの見えるもので自分が達成したいものをつらつらと書き出してみたら、次は自分の無形の方ですね。自分の感情の方に目を向けます。そうすると、ここは達成した時の自分の気持ちや感情を書いていくところになります。ここは例えば達成感が得られるとか、あとは誇りが持てるとか、自信がつくとか、そんな感じですね。で、自分側が書けたら、今度は社会他者の方の有形見えるものの方を考えていきます。自分が目標達成した時に自分以外の人に対して与えることになる何かプラスのものをイメージします。例えば自分がこの目標達成したらチームの成績も向上するとか、会社の業績が良くなるとか、お客様に新しい価値を提供できるとか、そういう周りの人に与えるプラスの何かっていうのを書いていきます。で、その下ですね、社会他者の感情の部分に関しては、それを達成した時に自分以外の人が気持ちとか感情がどういう風になるかっていうのですね。例えば家族が安心するとか、従業員が楽しく働けるとか、そういうようなものになってきます。で、実際に私も自分の目標とか目的っていうのを考えて、この4つの軸で入れてみました。これをやると、実際目に見える自分にとっての目標だけでなくって、それをやることで自分がどんな感情でいたいか、どうありたいかとか、他者がどういう風になっている状態がいいかっていう風に目的がより明確になってきて、すごく目標がワクワクしたものになってきます。私もこれまであんまりその目的を意識して目標を立てることがなかったなって思っていて、今回このフレームワークでいろいろ自分の脳内を書き出してみたら、私の発信に触れた人がもっと幸せになったり、楽しくなったり、心が楽になったり、その人の心の支えになれたらいいなみたいな自分の目的がはっきりしてきて、よりその目標の方も、じゃあこのためにはもうちょっとこういうことした方がいいかもなみたいに考えられるようになったので、このフレームワークはおすすめです。2つ目は行動を具体化していくということです。
先ほど考えた目標達成のためにやるべきことっていうのを今度は考えるんですけど、その時に使えるのがオープンウィンドウ64っていうフレームワークが書籍の中ではご紹介されていました。でこれは大谷翔平選手が高校生の時に書いたマンダラチャートとかマンダラートとか言われるものがすごく有名なのでご存知の方も多いかもしれないです。見たことない方はぜひネットで検索していただくと、大谷翔平マンダラとか大谷翔平オープンウィンドウとかって検索していただくとたくさん出てくるので、よかったらそれも見てみてください。このシートはオープンウィンドウテンプレートとかっていう風に検索をするとウェブでたくさん出てくるので、私はこれをダウンロードして先ほどの GoodNote5 に取り込みました。でこのシートの使い方としては、シートの中心に成し得たい、その達成したい目標っていうのを一つ書きます。でその目標の達成に必要な要素っていうのをその周りの8つのマスに書き込んでいきます。私はこの真ん中の目標に周りの人の支えになれる魅力的な人間になるという目標を書きました。私は8つのこの要素っていうのを、まず人格どうありたいか、それから次に趣味、好きなものやことにも楽しんでいたいっていう思いがあったので趣味を入れました。それから仕事ですね、ビジョンとかチャレンジしたいこと、それから健康ですね、これ本当に大事にしたいんですけど、心と体の健康、教養ですね、資格を取るとか読書をするとか、それから暮らしですね、丁寧に生活したいなと思って、あとは発信ですね、実際発信していくためのインプット、どういうものをするか、アウトプットどういうものをするか、あとは美容ですね、これは自分を好きでいられるために自分自身もアップデートしていきたいという意味が込められています。この8つの要素にしました。でこの8つの要素をさらに外の枠に書いていきます。私は GoodNote5 のこの機能を使ってコピペをしていきました。で外の枠にもかけたら、今度はこの8つに対して具体的な行動を周囲のマスに書いていきます。64個やることを書き出そうとすると大変そうなんですけど、8個の軸で考えると意外とスラスラ出てきます。はい、ここまで書いてみるとこんな感じになります。何をすれば目標に近づくのかっていうのが、これによって頭の中が整理されてはっきりしてきます。で3つ目が毎月の行動を決めるっていうことですね。私も去年まではこの64個を書き出すっていうことをやってみてたんですけど、実際それをなんとなくこう64個もある中からなんかふわふわとちょっと意識しようかなぐらいだったので、今年はちゃんと毎月毎月これをやろうっていうのを決めていきたいなと思って、この3ステップ目を追加しました。一気に全てを達成しようとしてももちろん難しいので、1ジャンルにつき1つ今月やること、あとは習慣化したいことっていうのを書き出していきます。毎月1つだと8ヶ月で終わってしまうんですけど、途中で新たにやりたいことが出てきたり、うまくいかなかった、できなかったっていう月もあると思うので、とりあえず毎月1つずつやることを決めています。でこの時にはこれいつまでにやるのかなのか、あと毎日やる、毎週やるのかなのか、具体的な行動に落とすっていうのが大事なポイントになります。具体的にしないとどうしても後回しになってしまったりするので、具体的にしていきます。で毎月月末に達成できたかなとか、習慣化できたかなっていうふうに見直して、翌月は何しようかなっていうのを考えるというようなルーティンになります。以上、今更ですが私の目標設定の方法をご紹介しました。これは私は今今年の目標っていうのを立てたんですけど、例えば自分に与えられた仕事がある時に、その目標を真ん中に書いて、それを達成するためにどういうこと要素が必要かみたいなの、例えばなんか売上 20% アップだったら売上 20% アップを真ん中に書いて、周りに必要な要素を考えてみるとか、いろんな場面で頭の中を整理する時にも使えると思うので、よかったら試してみていただけると嬉しいです。はい、今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。皆さんからのコメント、高評価、チャンネル登録、いつも本当に励みになっています。ありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。